はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。手前味噌で恐縮ですが、今回の熟成には自信があります。皆さん料理のさしすせそのそなんだかわかりますか？ソースじゃありませんよ、味噌です。今回はそんな日本の食卓に欠かせない味噌を使って熟成肉を仕込みます。それでは早速やっていきましょう。今日はこの牛のリブロースを使って熟成肉を作ります。そしてこれが今回の相棒の味噌です。今回は大豆からできた味噌を使って熟成させます。味噌は全国に千数百種あり、一般的に原材料と色によって分類されます。原材料は米、麦、大豆に分けられます。色は赤味噌、単色系味噌、白味噌によって分けられます。発酵熟成中に起こる糖とアミノ酸が反応して茶色く色づき、様々な香り成分を生む反応、通称メイラード反応によって色が変化します。熟成期間が長ければ長いほど赤みを帯びた濃い色になります。まずはバットにクッキングシートを敷いて味噌で土台を作ります。その上にお肉を置いて周りに味噌を塗っていきます。味噌には肉や魚の臭みを消す働きがあるので、上手に臭みを消してさらに熟成させてくれると思います。今までぬかとか昆布でやりましたが、日本の食材と結構相性がいいです。いい感じにコーティングできました。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。毎回この1ヶ月経った時がどうなってるのか楽しみですよね。開けてみます。あれ？なんか一回りくらい小さくなりましたね。冷蔵庫から取り出して確認してみましょう。またちょっとだけカビが生えています。調べてみるとこのカビは酵母菌の一種で味噌には害はないみたいです。バットから取り出してみましょう。若干水分が抜けてギュッとなりましたが、まだ味噌として認識できます。カットして中を確かめてみましょう。すいません。味噌塗りすぎててカットする方向を間違えました。肉の赤みが増してより濃くなった印象です。冷蔵庫から取り出した時小さくなっていたのは味噌の水分が抜けたからと思いましたが、お肉も身が引き締まって小さくなりました。それでは食べやすいようにカットして周りをトリミングしていきます。今回も何もしていない同じブランド産地のお肉を用意しました。下が味噌熟成肉で上が何もしていないお肉です。特に味付けはせずに焼いて違いを確かめます。焼いている感じ、味噌熟成肉はみずみずしさが少ないです。なんか焼いている質感が牛タンの根元の方みたいな繊維っぽくない感じがしますね。カットしてみると身がかなり詰まっています。ぬかとか昆布で熟成した時と同じような見た目をしています。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは通常のお肉から味を確かめます。いつもの味です。肉自体の旨味もあってこれだけでも十分美味しいです。それでは味噌熟成肉を食べてみましょう。フォークを刺す感じもちょっと硬いです。かなりしょっぱいです。この一切れでご飯一杯いけちゃうくらいしょっぱいです。食べた感じは見た目通り水分が抜けていてハムっぽい食感をしています。ぬか漬けと昆布とすごい似ています。味はおつまみとしてちょっとずつ食べるならかなり美味しいです。今までの熟成肉だと臭みも感じたものはありましたが、全く変な匂いは感じません。何もしていないお肉と比べたらかなり旨味が詰まっています。噛めば噛むほど旨味を感じます。歯切れいいですが水分が抜けている感じでみずみずしさはないです。今まででトップ3には入る美味しさです。もしかしたら一番美味しいかもしれません。改善点としては味噌をもう少し薄く塗るか白味噌などの甘めの味噌を使用してもいいかもしれません。ちょっと塩気があるので1ヶ月やらなくても1日やるだけで味噌の風味がついてご飯のおかずには良さそうです。味噌熟成の方はちょっと塩気が強いのでパスタにして食べようと思います。まずフライパンにオリーブオイルを引きます。冷蔵庫で余っていたしめじとキャベツを細かく切った味噌熟成肉と一緒に炒めていきます。野菜に火が通ったら牛乳を回し入れバターを入れます。ブラックペッパーで味を調整し茹で上がったパスタを入れソースと絡めます。全体が絡まったらお皿に盛り付けて出来上がりです。味噌熟成肉を入れたおかげでほのかな味噌の香りとちょうどいい塩加減になって美味しく仕上がりました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。味噌熟成肉いかがでしたか？味噌によっても味が変化するので機会があればいろんな味噌で挑戦してみたいです。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。